も着きました。来たところではい、おはようございます。ただいま須磨浦公園駅に来ています。はい、須磨浦公園といえば、関西ではおなじみの六甲全山重曹、今日は歩きたいと思います。六甲全山重曹は、9年前に一度歩いたことがありまして、その時はこの須磨浦公園から宝塚の方まで40数キロあるんですけど、1日で歩きました。で今日も、日帰りで歩こうかと思ったんですけど、どうせ行くなら、テント泊で行こうかなと思いまして、今日はテント泊装備を持って歩きたいと思います。でこれが2015年に歩いた時の手ぬぐいなんですけど、その9年前に歩いた時以来、六甲山には一度も足を踏み入れてないんで、今日はだいぶ久々になります。頑張って歩こうと思います。じゃあ行ってきます。はい、こちらですね、六甲全山重曹路。普通に歩くと15時間ぐらいかかるそうです。六甲全山重曹路は神戸市の須磨浦公園駅からスタートし、六甲山系を東に縦断して宝塚市の宝塚駅まで続く全長約43キロ、累積標高差約3000メートルの登山道です。高所からは神戸市街や大阪湾の絶景が望め、スリリングな岩場など変化に富んだ地形を楽しめます。また街中からアクセスしやすく、エスケープルートも多いため、初心者でも安心して歩くことができます。1日で踏破するのはかなり大変ですが、自分の体力に合わせて2分割や3分割でセクションハイクすることも可能です。今回は摩耶山の手前の市ヶ原という場所でテント泊をして2日かけて宝塚まで縦走する予定です。スタートからここまではずっと階段が続いていて、いきなりちょっと息が上がってる感じです。これは三条遊園地ですかね。はい、三条遊園地、トイレがありますね。展望台、こっちが展望台か。行ってみようか。おー、すごい。あちらに見えるのが明石海峡大橋。ちょっと分かりづらいですけど、鉄橋のところに光が点滅してます。この辺の暗いところは全部海で、そしてこちらに、神戸の夜景が広がっています。おー、綺麗だ。はい、こちらが八伏山、最初のピークですね。下の方はそうでもなかったんですけど、
ちょっと上に登ると風がめちゃくちゃ冷たいですね。今日テント泊できんのかな、こんな寒くて。ちょっと心配ですけど。はい、こちらが旗振山ですね。これも景色がよく見えます。綺麗だ。はい、こちらお店があるんですが、もうすでに明かりがついてますね。はい、もう少しで鉄海山という次のピークに到着するはずです。まだ6時半ぐらいでそんなに明るくもなってないんですけど、結構さっきから何人も人がすれ違ってるんで、神戸の市街地から近いんで朝の散歩コースになってるんでしょうね。こちらが鉄海山です。いいですね。はい、だいぶ明るくなってきました。ちょっとご来光はもう見れないかな。雲がかかってそうですね。これは何でしょう。こっから覗くとなんか見えるのかな。見える。今スタンプラリーをやってるんですね。はい、台紙を持ってないんで押せないですけど、こちらが、オラガ茶屋という、休憩所ですかね。上にも登れそうなんで登ってみます。トイレもありますね。ここが高倉山だそうです。はい、ここから長い階段ですね。あちらの山までずっと住宅地を中を通ってきます。住宅地の中に入ってきました。こちらにスーパーがあるんですけれども、まだ朝早いのでオープンはしてないと思いますが、食料がもしなければ空いてる時間ならここで買うことができます。猫、黒猫がいる。寒くないのかな。はい、こちらから長い階段があります。ずっと階段がつながってますね。
ました。はい、こちらが、戸顔山ですね。はい、三角点があります。はい、こちらは横尾山頂です。はい、ちょっとだけ展望が開けてますね。はい、こちらから、スマアルプスの方に向かいます。前半の一番のハイライトですかね、スマアルプスは。思ったより見た目よりは怖くないですね。なかなか、面白い山です。こちらが東山ですね。東山。はい、東山から、下山する道は非常になだらかで、歩きやすい道です。だいたいここまでで5キロぐらい歩いてきたので、全体からするとだいたい8分の1ぐらいになります。はい、まだまだ序盤ですね。昔来た時もなんかこの辺で迷った記憶がありますね。はい、ちょっと見落としそうになるんですけど、こちらですね。こちら阪神高速の下をくぐります。はい、こちら妙法寺小学校前ですが、ちょっと行ったところに、コンビニがあります。今日は寄ってかないですけど、もし、水とか食料とか足りなくなったら買うことができます。はい、住宅地から、外れて、山道に入っていきます。はい、次登るのは高取山ですね。はい、春日神社、荒熊神社、石段を登れば山頂です。
行ってみましょうか。はい、こちらが原熊神社。はい、さっきの神社からちょっと進むと高取神社に着きました。はい、山頂参拝していきたいと思います。絶景です。こちらが高取山の山頂ですかね。ここに山頂の碑というのがありました。はい、ここはまだちょっと紅葉が残ってますね。重走路はこちら。はい、こちらにトイレありますね。この辺もまだちょっと残ってます、紅葉が。はい、高取山を下山してまた住宅地の中に入ってきました。だいたい今ちょうど10キロぐらい経ったところです。全体が40数キロなんで、4分の1弱という感じですかね。はい、まだまだ先は長いんですが、結構もう疲れてきました。あちらに見える奥の山が菊水山ですね。はい、結構まだまだ距離あります。はい、こちらが、日踊り越駅。この、ホームの脇を通って菊水山の登り口に行きます。ちょっとでもここで休憩しておこうかな。はい、これから今日の山場である菊水山の方に登っていきたいと思います。はい、トイレご利用くださいと書いてあるので、ちょっと利用させていただこうと思います。こちらは神戸市のすずらん台処理場、なんでしょう、水の処理施設ですかね。しかもこの辺はまだ紅葉が残ってるという。はい、だいぶ日が昇って暖かくなってきました。はい、ここからですかね、登りは。さっき標識で菊水山1キロって書いてあったんで、言っても1キロですね。うわー、すごい。だいぶ来ましたね、上まで。もうすぐかな。なんかそろそろ着きそうな気がする。
着いた。菊水山着きました。思ったより行けましたね。昔登った時はめちゃくちゃしんどかったけど、今回は思ったより早く着いたっていう感じです。よいしょよいしょ。はい、菊水山着きました。やった。はい、続いての目的地は、鍋蓋山、はい、2キロですね。ちょっと休憩してたらめちゃめちゃ体が冷えてしまった。寒い寒い。はい、こちらがこれから登る鍋蓋山です。せっかく登ったのに。この吊り橋を渡ると鍋蓋山に入りますね。こちらからまた登りが始まります。あれですかね。あれだとしたら結構もうすぐだな。なんかあっさりだけど本当にあれかな。なんか頂上っぽい道標が見えてきました。こちらが鍋蓋山か。鍋蓋山展望所、はい、三角点。はい、今までで一番神戸に近いですね、この眺望は。今日は市ヶ原というところでテント泊をする予定です。ここから山を降りて30分ぐらいで着くみたいなので、もうすぐですね。はい、じゃああと少し頑張ります。はい、重走路からちょっと外れるんですけど、大龍寺の方に寄り道していきます。といってもすぐだな。お寺なのに鳥居がある。昔の神仏集合の名残ですか。はい、この辺りが市ヶ原ですね。はい、この辺で、どっかでテント張れそうなところを探して今日の宿泊地にしたいと思います。これは多分もうちょい先にトイレがあると思うんで、トイレが近い方がいいですね。あそこにトイレと自販機があります。はい、ここで水を調達しようと思って今日は水は持ってこなかったんですけど、大丈夫ですね、ありますね。はい、じゃあこの辺の近場でちょっと
良さげなところを探しましょうか。どこがいいかな。ここ一応通り道なんで、通り道からはちょっと外れてた方がいいですよね。もう直火の跡が残ってますね。そこら中に。あんまりよろしくないと思いますが、ここら辺はでっかいキャンプファイヤーでもしたんか。この辺かな。初めてだったんで時間かかりましたが、一応テントが完成しました。全員アーツのヤール1というやつで、軽量で1キロぐらいで結構値段も安いんです。で、これを今日試したくて、テント泊をしたというのもありますね。というかそれが全てか。今一人用なんで結構狭いですけど、一人で寝る分には十分ですね。この薄さで夜が寒くないのかっていうのがちょっと一番心配ですけど、とりあえず今日はだいたい20キロぐらいですかね、歩いて10時間弱かかりました。後半の方がちょっとまだ距離が残ってるので、合計するとこのままのペースでいくと20時間以上かかるということになってしまうんで、今日はここで泊まるので正解だったと思います。15、6時間で、標準タイムが15、6時間って書いてあったけど、本当にそんなんでいけんのかなという気がしますが、とりあえず明日は23キロぐらいですかね、歩いて宝塚の方にゴールできればと思います。じゃあ寒くならないうちにご飯を作って食べようかな。ちょうどいい。美味しいですね。夜の18時過ぎです。夕ご飯も食べて寝る準備もできたんで、ちょっと早いんですけど、もう寝ようかなと思います。ここ電波が繋がらないんで、ちょっとスマホが見れなくてだいぶ不便ですけども、やることないんでさっさと寝て、明日また朝早くから出発したいなと思います。はい、ではおやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の5時過ぎです。今のテント内の室温が2度ぐらいでした。寝袋の中に入ってたら、そこまで寒くなくて、夜中寒さで起きることもなく、朝まで寝ることができました。ですが、ちょっと外がめちゃめちゃ寒そうなんで、ちょっとテントの外に出たくないなという感じです。とりあえずちょっと朝ごはん食べないといけないんで、テント開けてみるか。結露がすごいですね、やっぱり。しょうがないけど。まだ暗いな。まだまだ全然暗いですね。やっぱ寒いな。寒いわ。室温が2度だから、外は多分氷点下いってると思うんですけど、ちょっと寒いけど朝ごはん作って食べます。寒い寒い。ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、ちらちら雪が舞ってます。
はい、ただいま6時過ぎでそろそろ出発しようかと思ってるんですが、雪が強くなってきて、こんな感じですね。見えるかな。ちょっと結構な雪が降ってますね。こう下を見るとこんな感じ。これだとちょっとさすがに出発できないんで、しばらくちょっと待機ですね、テントの中で。はい、雪も止みましたので、テントの撤収作業をしていきたいと思います。テントの撤収が完了しましたので、2日目出発したいと思います。はい、今日はまずは、マヤ山の方ですね、登っていきます。はい、じゃあ行ってきます。天狗道マヤ山方面、こちらですね。2日目の一番大変なところはこのマヤ山の登りかと思うんで、最大の山場がいきなりやってくるという感じです。結構雪が降ってましたけど、上の方は結構白くなってますね。マヤ山の頂上は雪が積もってるんでしょうか。真っ白ですね。道の方は樹林帯なんで雪はそんなに積もってないんでいいですけど、あんまり雪を想定してなかったんで、積もってたらやばいですね。見えない。はい、ここから天狗道みたいですね。はい、マヤ山まであと半分ぐらいか。はいはい、よし。あれはなんだ、箱みたいな。確かに建物ではないですね。なんか電波を反射するやつですね、多分。横から見たらこんな感じ。ちょっと期待したけど全然頂上ではなかった。木の向こうに見えるあれがマヤ山ですね、おそらく。上に電波塔とか立ってます。まだまだ一山登らないといけなかった。コロコロ坂菊生台ですね。この坂を登れば、はい、マヤ山頂に着きます。はい、電波塔が見えてきました。もうそろそろ頂上でしょうかね。上に着いたら風が強くなってきた。マヤ山ちょっと恐れてたほどしんどくはなかったですね。1日で来るときはかなりしんどいんでしょうけど、2日目だったんで、はい、まだだいぶ体力があったんで、はい、
すんなり登ってこれました。マヤ山全然記憶にないな。こんなところだったっけ。電波塔がいっぱい立ってます。なんか比叡山を思い出させる感じですね、この道が。うわ、風が強い。うわ、ここちょっと怖いな。アスファルトで滑りそう。こちらに三角点があるようなので、ちょっと立ち寄ってみたいと思います。はい、マヤ山山頂、こちらですね。はい、698メートル。天狗を、封じ込めた天狗岩というのがあるようです。これがそうでしょうか。天狗岩。重走路に戻って菊生台を目指します。天気良さそう。神戸市街の方が見えるでしょうか。おー、菊生台到着しました。灯台から見てます。菊生台でちょっと休憩してたんですけど、風が強くて寒くてちょっとまともに休めないので、早々に出発しようと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、こちらは天成寺というお寺のようです。今日は参拝せずに先へ進みます。ちょっと下りはやっぱり滑るので注意が必要です。怖いですね。はい、ここからまた上りに入ります。六甲最高峰ですね、次は。はい、分岐に来ました。これはどっちだ。まっすぐですね。これ右下の矢印見ると右行っちゃいそうだけど、まっすぐでいいんですよね。はい、この辺は別荘地ですかね。結構大きなお屋敷が立ち並んでますけど、はい、車道に出てきました。ここから先はしばらくはずっとこの車道沿いを歩いていくんでしょうかね。なんかお店とかもいっぱいありそうなんで、なんかいい感じのところがあったらお昼ご飯をそこで食べてもいいかなと思います。やってんのかな、今日は平日だけど。いい感じのカフェですけど、ちょっと一人で入るには敷居が高そうな感じですね。ちょっと違うな。ちょっと中を入らせてもらいましょう。いいですかね。あ、出れないですか。そうですか。すみません、ありがとうございます。はい、お気をつけて。はい。はい、外の綺麗ですね。はい。開けていただきました。おお、いいですね。気持ちいい。
フ場の中を歩いてるんですけど、なんかゴルフ場がスキー場みたいになってますね。さすがにこの雪の中ゴルフをする人は誰もいないですね。風がめちゃくちゃ強い。冷たい。はい、六甲ガーデンテラスですね。こっちかな。本日定休日だ。なるほど。いろいろあるけど、どれのやつがいいかな。当然お土産館もやってないんですが、テラスだけは入れるみたいですね。眺めです。なんか階段がなんだろう、これアスレチックみたいになってる。ジャンプしていかないといけない。正面に見えるのが六甲山最高峰ですね。だいぶ近づいてきました。はい、こちらは西与田福山の登山口です。はい、六甲最高峰まではあと1キロ、ようやく1キロになりました。最高峰まで到着しました。だいぶ表情は寒いんで早々に下山しようと思います。ここから先は宝塚までは基本下りがずっと続くんで、あと10キロぐらいですかね。10キロぐらいずっと下っていくという感じです。6時間ちょいかかってますね。だからちょっと10キロあとどのぐらいかかるかわかんないですけど、5時間ぐらいかかるのかな。全然雪を想定してなかったんですけど、雪景色が見られて逆に良かったです。向こうにあるのが大阪空港ですね。伊丹空港。はい、なんか休憩所っぽいのがありますね。なんか昔はこんなのなかったような気がしますけど、普通に風がめっちゃ通るんであんまり休憩にならないか。こっちはトイレですね。この道は雪が笹に積もってて足が濡れるのも嫌ですね。これ雪だらけになってしまった。靴がせっかく今まで濡らさずに歩いてこれたのに、まだ続くっていうか、これ誰も通ってないのか今日は。どうすりゃいいんだこれ。しょうがない。
うわ、歩きたくないな。はい、車道に出ました。これトンネルを越えただけな感じがするんだけど、これもしかしてトンネルがそのまま来ればよかったのかな。なんかわざわざあんな雪の中を歩いてくる必要なかったのかもしれない。誰も歩いてなかったからな。みんなこのトンネルをくぐってくるんでしょうね。雪に濡れた分だけ損した気分ですね。はい、ここから宝塚方面に下っていきます。でもあと12キロあるみたいですね。はい、この辺からは雪もだいぶなくなってきて歩きやすい道になりました。さっきまでは結構急な斜面に雪が積もってて滑って怖かったんですけど、もうここから先はそんなことはなさそうな感じです。向こうの方に街並みが見えてきました。おー、いい眺め。はい、しばらく林道を歩いてきたんですけど、ここからまた、山道に入ってきます。5時を回って日も落ちてすっかり暗くなってきましたが、ここは天平寺ですかね。ようやく山から降りて天平寺まで着きました。まだ空はちょっと明るいんですけど、山の中入るとめちゃめちゃ暗いですね。ここから宝塚まではおそらく基本ロードが続くんだと思います。かなり長い急な下り坂のロードがずっと続いたような気がします。宝塚の夜景がめちゃめちゃ綺麗です。宝塚駅まで結構長い下りを歩いてるんですけど、膝にきますね。これはなかなか足にきます。はい、宝塚駅が見えてきました。はい、ゴールですね、いよいよ。宝塚駅にゴールしました。ようやく着きました。2日間にわたって六甲全山重曹を歩いてきました。距離としては43キロ、時間は20時間ちょいかかりました。以前9年前に1日で歩いた時は多分もうちょっと早かったかなと思うんですけど、今回9年ぶりに、歩いてみて、テント泊だったということもあり、前回よりはだいぶ楽に歩くことができました。ですが標準タイムが15、16時間というのを聞いて、2日かけても20時間かかるんで、1日だったらどんだけかかるんだろうっていう感じですね。今回は予想外に雪とかが降ってなかなか思うようには進まなかったんですけど、
これもまたいい経験になりました。新しいテントも試せてよかったです。雪の中でもあれでやっていけるということが分かりました。はい、ということで今回の六甲全山縦走はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。